こんにちは、レイウッドです。今回の動画では箱から出して走らせるまでということで、これはWPL モデル共通の説明になります。今回はこの C24 ですね。これをモデルとして、説明させていただくんですけれども、基本的にはどのモデルも共通の説明になりますので、参考にしていただければと思います。あと、この動画でこのちょっとシールなんですけど、どのモデルもシールついてくるんですけれども、この貼り方についてはちょっと長くなるので、他の動画で、その部分だけという形で説明しますので、その動画のリンクも概要欄に貼っておきますので、シールの部分に関してだけは、箱から出して、一通り準備して走らせるまでっていう中のそのシールの部分ですね、そこだけは別にしてありますので、よければそちらの動画も参考にしていただければと思います。はい、ではまず箱から出したところですね。箱から今これ全部出した状態なんですけれども、まずですね、取説が入ってます。でその取扱説明書の中にセット内容っていうのがありますので、そちらを見ながら、全部ちゃんと揃っているかっていうのを確認してください。はい、ではまず当然車体ですね。車体が入ってますと。でこちらが送信機プロポですね。これで操縦するという形で、プロポが入ってます。あとはこちらが小物類といいますか、プラパーツですね。あとはシールが入ってます。これは C24 の場合なんですけれども、これはモデルによっていろいろ付属品変わってきますが、C24 の場合はこのシェル荷台の蓋ですね。屋根ですね。これがついてます。あとはクリアパーツ類、この窓枠なんか窓ですね。窓が入ってます。あとこちらが USB の充電器になります。これで走行用バッテリーを充電していただきます。であと走行用バッテリーなんですけれども、どのモデルももともとバッテリーを搭載していただく場所、この C24 の場合はここを開けると入ってます。これが走行用バッテリーですね。これは、モデルによって違いますが、例えば C34 の場合はボンネットのこれはちょっと開かないですけど、 C34 の場合このボンネットが開くようになってますので、そこを開けていただくと走行用バッテリーがその中にこう入ってます。あとは D12 の場合は荷台の下あたり見ていただくと、スペアタイヤがついているような感じになってるんですけれども、そのタイヤを回していただくと、ハッチが開くっていうような感じで、下の部分バッテリーを搭載する部分が開くようになってますので、そこを開けていただくと走行用バッテリーが入ってます。はい、では一通りセット内を確認していただいて、万が一何か足りないよ、入っていませんでしたよっていうことがありましたら、サポート窓口までお問い合わせください。しっかり対応させていただきます。はい、では続いて、まず充電ですね。走行用バッテリーの充電をしていただくんですけれども、こちらが充電器で、こちらが走行用バッテリーになります。で、これ USB で充電するタイプになってますので、だいたい皆さん例えば携帯電話の充電器なんかお手持ちのものがあると思いますので、今回はこの電源が取れる USB タップで、やってみますけれども、何かしら電源が取れる、USB のジャックですね、を使って充電してください。で、これ走行用バッテリーなんですけれども、この黒いコネクターが実際に搭載して車に乗せて、走らせるときにつないでいただくコネクタ、それが黒いコネクタになります。で、充電していただくときはこちらの白いコネクタを使ってください。こちらですね、接続していただいて、充電器の方形見ていただければ分かると思いますので、これ全然コネクタの形違いますので、接続間違えるということはないと思います。で、ここをしっかり接続していただいたら、この USB の、充電器の方を挿していただいて、そうするとこのパイロットランプが緑の点滅になりますので、これで充電中という形になります。で、これが点滅から点灯になったら充電完了という形になりますので、これはですね、
バッテリーの残量、どれぐらい中に、電池としてですね、電池の容量がどれぐらい残っているか、あとはこの充電に使っている、この電源ですねの仕様といいますか、そういった環境によっても、充電時間多少前後するところはあるんですけれども、だいたい、最初は数十分ぐらいで終わります。で、例えば実際に使って走らせてもこれがすっからかんの状態、全くない状態で充電するってなると、まあだいたい2時間程度、もしくはそれ以上かかることもあります。はい、続いてプロポに電池を入れていくんですけれども、その前にちょっとできれば用意しておいてくださいっていう工具類ですね、ちょっと説明させていただきたいと思います。まずこういった小物類ですね、ランナーからパーツをこう切り離すっていう作業がありますので、その際にできればニッパーが欲しいなと思います。ニッパーなければ、まあ、カッターで代用していただくか、という形でお願いします。あとプラスドライバーですね、これが例えば今からの作業でいくと、このプロポ、送信機ですね、こちらの、電池カバーを開けるのに、使いますので、小さめのプラスドライバー、一応規格で言うと1っていうサイズになるんですけど、まあちっちゃめのやつちっちゃめのやつですね。これまあ合わせてもらえば分かると思うんで、合うやつお手持ちのもので使ってください。で、あとはピンセット、ちょっとこの動画では出てこないですけど、別の動画での説明になりますが、シールですね、シール貼るときにちょっとちっちゃいシール貼るときなんかはピンセットがあると便利ですので、できればこちらもご用意いただくといいかなと思います。はい、では、プロポ電池入れていくんですけれども、単3電池を使います。で、開けるときにこのプラスドライバーで開けていただくんですが、一応ですね、付属のプラスドライバーってあるんですけど、こういう可愛いやつ入ってるんですけど、できればこれ付属で入ってるなんなんですけど、あんま良くないです。本当に全然なかった時にどうしてもの時に使ってくださいぐらいの、もうおまけ程度考えていただければと思います。これで使えないことはないんですけれども、正直、使いにくいんで、大体プラスドライバー皆さんあると思うんで、普通のプラスドライバー使ってください。で、こちら開けていきます。ここのネジですね、ここのネジ外していただいて、そうするともうここ開きますので、こんな感じで、ここに単3電池を入れてください。で、すいません、単3電池に関しては別売りになってますので、ご自身でご用意くださいという形になります。はい、じゃあ、単3電池入れていきますが、もうここに書いてある通りですね、プラスとマイナスだけ間違えないように注意して入れてください。で、今回はこの皆さん結構見たことあると思うんですけど、ダイソーさんの電池入れます。これ充電できる電池なんで、便利かと思いますので、まあこの WPL の送信機に関しては、別にこの充電式の単3電池も使えるので、大丈夫です。でもちろんアルカリ電池でもいいですし、単3電池だったら何でも大丈夫です。で、入れていただいて、このカバーをこうスライドして、こんな感じですね、締めていただくと。で、もちろん、できればこのネジで、もう一回締めていただいてっていうのが一番いいんですけど、正直僕は締めてないです。これで開かなくなるんで、もちろんこれで、ネジを締めていただくと開かなくなるんで、もちろん安全ですし、これが一番いいと思います。で、特に、お子様に、親御さんが、準備してあげる場合はこれ締めてあげた方がいいと思います。でもこれネジなくても結構力入れないと開かないんで、僕はこれ毎回逆にネジがあるとめんどくさいんで、これあんまこんなご案内していいかわかんないですけど、僕はネジ締めてないです。もうこのまま使っちゃってます。はい。で、電池入れていただいたら、一応これオンにしていただいて、このパイロットランプが、点滅してる、
状態、通電している状態っていうのを確かめて、電池がちゃんと入ったかっていうのを確認してください。で、これ、ですね、たまになんですけど、特にこの充電式の単3電池、いろんなメーカーさんのものがあると思うんですけど、たまにですね、このプラスのポッチの部分、このプラスの出っ張りの部分がちょっと浅いやつとかがあって、それがですね、ここにこううまく当たらないやつがあったりするんですよ。で、時々お問い合わせいただくことがあるんですけれども、ちょっとそういったものに関してはどうしてもこちら側で、ちょっと想定できない部分といいますか、ここの出っ張りが低くてここに当たらないっていう場合があるので、ちょっとそういったものは、たまにあるっていうのだけちょっと頭の片隅に置いといていただいて、もしそういったケースがありましたら、ちょっと別の電池を使っていただくしかないんですけれども、ちょっとご参考までにそういった事例もあるということで、お伝えさせていただきました。はい、では、これでプロポ送信機ですね、準備が完了という形になります。はい、続いて、充電が終わった、バッテリーですね。で、正直最初の動作確認ぐらいだったら充電途中でも別に抜いて動作確認だけしていただいても、大丈夫です。で、もちろんできれば満タンに充電した状態で、ご用意いただいて、でこちらですね、C24 の場合はここが開くようになってますので、すいません、一応ですね、このスイッチですね、スイッチが、オフになっている状態っていうのを確認して、もしオンになってたら、オフにしてください。オフにしていただいて、そのオフの状態で、このハッチを開けていただいて、中にコードが来てますので、ここのコネクターですね、これは黒いコネクタと黒いコネクタをつないでいただいて、で爪がついてるんで、それがこうパチッとなるまで、しっかり止まるまでですね、差し込んでいただいて、であとはちょっとコードが変な風に絡まったりしないように綺麗に収めながらここに入れてください。こんな感じですね。はい、これで、動作確認をしていただける状態になりました。で、電源を入れる順番なんですけど、基本的にはプロポから電源をオンにしてください。そうするとパイロットランプが点滅します。これがバインド待ちの状態という形になるんですけど、バインドっていうのはこの 2.4GHz っていう、規格ですね。この 2.4GHz ってここ書いてあるんですけど、この規格の、送受信機、に関しては、バインドって言って、例えばこのプロポでこの車体を、操縦しますよっていういわゆるペアリングみたいな、作業があるんですけれども、 WPL の場合はそれが自動で行われますので、これいろんなですね、ラジコンの種類、RC 装置の、種類によってこのバインドっていうのはやり方が違ったりするんですけど、 WPL の場合は自動でバインドされますので、これをオンにして点滅になる。で車体ですね、車体をオンにして、これでもうバインドされました、ペアリングされた状態という形で、これでもう操作ができるんですね。で点滅だったパイロットランプが点灯に変わってる、これがもうバインド完了という形になります。これなので、例えば2台3台ある場合に、2台3台ある場合に、例えば1つのプロポのスイッチを入れました。で別のこの車体じゃなくて別の車体、今ちょうどあるんで、ちょっと例えばこう2台あって、でこのプロポのスイッチ入れました。で
この点滅してバインド待ちの状態、この時にこっちのスイッチ先に入れるとこれとこれがペアリングしちゃいます。でこれで操縦できるのはこの白い車体の方っていうような感じになっちゃうんですね。なので例えばお友達と、遊ぶときはそのあたりちょっと注意していただいて、自分のプロポのスイッチをオンにしたらそのプロポで操縦したい車体のスイッチをすぐに入れるっていう風にしてください。ちょっと実際にやってみましょうか。例えばこれ今プロポのスイッチ入れます。バインド待ちです。白の方のスイッチ入れちゃいますね。そうするとこっちが動くんですよ。でその後に青のスイッチ入れますね。そうすると、白が動く、青は動かない。でこれヘッドライトが点滅して、これは車体側のバインド待ちの状態を示してるんですけれども、こんな動きになります。もう一回やってみますね。今度は青でやってみますね。プロポのスイッチ入れます。先に青のスイッチ入れます。そうすると青が動く。で後からスイッチを入れた白、これは動かないですね。青が動いてますよね。はい、こんな仕組みになってますので参考にしていただければと思います。はい、では続いて動作チェックですね。ちゃんと、操作できるかっていうところを確認していただきたいんですけど、ちょっとこれ、今動画なんでこの狭い机の上なんですけれども、実際は広いスペースを使って、動かしてみてやってください。で、まず、確認してほしいのがステアリング操作ですね。このプロポのホイールっていうんですけど、ステアリングホイールですね。これを右左動かした時に、車体の右左がちゃんと動いているか、ちょっと見えづらいです。こんな感じで、これで左右がちゃんと動いているかで、こちらスロットルトリガーっていうんですけど、このトリガーを引いた時に、この人差し指で引いた時に前進するかですね。ちょっとこれ机の上なんでゆっくり走らせますけど、こんな感じでちゃんと動くかっていうの、もちろん広いスペースでしっかり走らせていただいて大丈夫なんで、それで確認してください。で、あと結構大事なのがトリム調整って言って、これ今実際見ていただくとタイヤがまっすぐじゃなくて曲がってるんですよ。これはトリム調整をしてないからですね。トリム調整っていうのはここを使います。このダイヤルを使って、ニュートラル位置って言って、このステアリングホイールを全く触っていない状態でタイヤがまっすぐ向いていないとダメなんで、それを調整するための仕組みになります。なのでこれここ動かしてないのに、このトリム調整を、トリムダイヤルですね、これをこのつまみを動かすとこうタイヤが少し動くんですよ、左右に。これで、実際には広いところで基本的には前進している時にまっすぐ走るところをこれで微調整して、ちゃんとまっすぐ走るように調整をしてください。はい、以上で、最初の動作確認ですね。動作確認は以上になります。はい、で、あとはですね、これはモデルによって変わってきちゃうんで、この動画では細かくは説明しないんですけど、この小物類ですね、これは C24 ですけど、C34 だったり、あとは、C14 ですね、あとはD12 だったり、それぞれの、モデルに対して、外装パーツっていうか、例えばミラーとかウインカーとか、ここにつけるテールレンズとかですね、こういったものが一式入ってます。でこれは取扱説明書を見ながらそれぞれ、
取り付けていただいて、で、あとは走って遊んでくださいという形になります。もし、大丈夫だと思うんですけど、モデル別に、この、外装パーツっていうか、この小物パーツですね。これを取り付ける説明の動画、欲しいよっていう場合、欲しいよっていう方いらっしゃいましたら、コメント欄でご要望いただければ、そういった動画をまた作りたいと思いますので、そんなに難しいことはないと思いますので、大丈夫だと思うんですけれども、この辺りですね、つけていただいて、で、あとは、シールですね。シールは、別の動画で、説明しますので、それは概要欄にリンク貼ってありますので、そちらから見てください。ちょっとシール、慣れないと難しい部分もあったりしますので、それはそれでちょっと別の動画で説明させていただきます。で、あとはですね、走らせて、遊びました。で、すいません。あとですね、走らせて遊ぶ時の注意点、何点かありますので、そちらもちょっと説明させていただければと思います。よくある故障といいますか、壊れちゃいましたっていう原因の一つに、障害物に、例えばこう進んでいって、障害物がありますと。で、こうぶつかってますと。その状態でさらに、トリガーですね。トリガーをこう握り続ける。こうアクセル全開みたいな感じで、障害物に当たってるのにまだ前進を続けると、プロペラシャフトって言って、ここに、ちょっと動かしてみた方が分かりやすいですかね。この走らせた時に、ここが回ってるの分かりますか？これプロペラシャフトっていうんですけど、これがですね、障害物にこう当たってるのにまだこう無理して進ませようとすると、ここが外れちゃうことがあるんですよ。で、これはある意味、そういった逃げがあることによって、モーターとか、あとは中に入っている電子基板とか、そういったところをこう守るような役目もあるっていうふうには言えるんですけど、かなり無理がかかった状態でさらにこう進ませようとすると、ここが、外れるような感じになってるんですね。で、もちろんこれ外れちゃっても戻せるのは戻せるんですけれども、ちょっと工作とか慣れてないと戻すのも難しかったりするので、走行させる際の注意事項としては、もう絶対乗り越えられないよみたいなこう障害物にぶつかってる時に、無理に前進、後進もそうですけど、させないようにっていうのを注意してください。あと当然、水ですね。これもともとこれ結構よくいただくんですよ。YouTube のいろんな動画見てると水の中ガーンって入って走行してるやつとかあるんですけど、あれはですね、自己責任例えばその YouTube だったらその持ち主の方が自己責任で防水加工なんかしてこう水の中突っ込んでくるみたいな動画あったりするんですけど、ノーマル状態だと全然ダメです。水に突っ込んで遊ぶとかは、しないでください。完全に故障の原因になりますので、そこはご注意ください。はい。あとはね、モデルによってちょっと違いはあったりするんですけど、D12、軽トラちゃんですね。軽トラの、モデルの場合は、どちらかというと、もう岩場みたいなところはちょっと向いてないですね。そんなにこう、このモデルみたいにこれは4駆で最低地上高っていってこの地面との隙間も結構取ってあるので結構な悪路をガンガン進んでいくみたいな向いてるんですけれども、D12 の場合はあまり後輪駆動で4駆ではないですし2駆って言って後輪の2つの車輪だけが動く、モデルになるので、そこまでこの C14 とか C24 みたいな、オフロード向けのモデルに比べるとそんなには向いてないので、あんまり激しい悪路もちょっと、向いてないっていうのがあるので、その点もご注意いただければと思います。はい。で、あとは最後にですね、走らせ終わった後、
についてなんですけれども、走らせました。で、もちろん別にバッテリー途中でもいいですし、全部完全になくなって、走らせ終わったよっていう状態でも一緒なんですけど、まず車体の電源から切ると。ここですね。ここのスイッチをオフにしていただいて、ヘッドライトが消えますよね。で、プロポ送信機のスイッチをオフにしていただく。あとは、必ずですね、この走行用バッテリー、これも抜いておいてください。抜いておくっていうか、このコネクターですね。コネクターは最低限外しておいてください。で、もちろん保管するとき、コネクターつなげてない状態だったら、この中に入れといていただいても大丈夫です。で、ちょっと、この、これは WPL に限らず、いわゆる、リチウムイオン、リポバッテリーとかリチウムイオンバッテリーとかって言われるようなこういったバッテリーについては共通して言えることなんですが、すっからかんの状態、もう本当に残量がゼロですっていう状態で、例えば1週間2週間、1ヶ月とか、長期間、放っておくと稀にですね、もう一回充電しようと思った時にうまくいかなくなってしまうということが、あります。で、それを防ぐためにはある程度残量が残った状態で、特に長期間保管するときですね、もう半分ぐらいはある状態で保管していただくことをお勧めします。なので、走らせました、もう前進後進もできないぐらい、電池の残量がなくなりました。で、その状態で、2、3日中にまた遊ぶよっていう場合はいいんですけど、かなり長期間そのまま、遊ばずに保管するかなっていう時は、充電を、ですね、これちょっとまた詳しく説明するとどうしても長くなっちゃうんですけど、一応方法としては、かなり長期間保管するときは、残量が、すっからかんじゃない状態、目安としては半分とかそれぐらいある状態で保管するようにしてください。で、満タンで保管するのもあんまり良くないって言われてます。ちょっとこれややこしくて申し訳ないんですけど、これはWPL の電池がっていうわけじゃなくて、もうこのリチウムイオン系はもうそういうものって感じで、良ければ、詳しく知りたい人はいろいろ検索とかで調べていただくと出てくるんで、調べてみてください。お手軽に使いたいよって方は別にそんな詳しく調べなくても大丈夫なんで、とにかく長期間保管するときは、すっからかんのまま長期間保管しないというのだけ守っていただければ大丈夫かなと思います。はい、というわけで正直思ったより長くなっちゃったんですけど、今回の動画では、WPL のモデルに共通している、箱から出して走らせるまでっていうところと、保管方法っていうか走らせ終わった後についてっていうところまでを、説明させていただきました。でもし、他にもっと知りたいよというところあればコメント欄などから、お問い合わせの窓口でもいいですし、ご質問いただければ多くいただいたご質問に関してはお答えしていくようにしたいなと思ってますのでよろしくお願いします。それでは以上になります。ご視聴ありがとうございました。